シンプルにしたいと思ってます。今風にすると僕らが作る必要ないんじゃないかと思ってきてて、できたらライトに楽しく遊んでもらいたいと思ってるんですよ。波動拳波動拳。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 小本です。今日はですね、またパロ2の企画会議をしてみようと思ってますんで、いつものメンバーでやらせてもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろ変わったことが起こってまして、開発費を出すはずだった会社があんまり出せなくなったりとかその代わりにですね、他のところは引っ張ってくるんで大丈夫なんですけど、プレイした感触なんですけど、シンプルにしたいと思ってます。はい。今風にすると僕らが作る必要ないんじゃないかと思ってきてて。なるほど。せっかく俺らやからシンプルなんがええんちゃうか、遊び方はでいて、その通信速度の話とかっていうのは今風にするっていう、タイムスリップして今に来たみたいな。なるほど。僕が言い方と思ってて、で確かにそのシンプルにすればするほど見た目が地味になってしまうこととか、もろもろ問題点はあるんやと思うんやけど、やっぱりあの頃の懐かしさが僕は欲しいし、なんだろうな、積み上げてきた人たちが住めない世界じゃなくて、今から始められる格ゲーって昔の人たちがずっとやってるやつやねじゃなくて、俺たちが始めるみたいな感じがあってほしいなと思ってて、なるほど。結局そのおじさんたちが格ゲーをやってて、若い子たちが、フォートナイトしてるみたいな、そんな住み分けになってるような気がしてて、今の子たちにも対戦格闘っていうのがおもろいねんでっていうのをちょっと伝えられたらええなと僕は思ってますみたいなので、せっかく俺たちがするんだってことも込み込みでシンプルなのにこだわってみたいなと思ってますっていう、そんな話です。こういうところを狙うんであれば、既存のやっぱりいわゆる対戦格闘ゲームのルールにあんまり縛られない方がいいですね。そうやね。大体やっぱり、シューティングゲーム何でもそうなんですけど、同じようなジャンルをずっとやってると、岡本さん言った通りで、結局古い人たちだけが。そうなの。だから結局古い人ばっかりがするじゃなくて、やっぱ新しい人たちに入ってほしいっていう強い思いがあるのと、で、なんだろうな、本当にガチで遊ぶっていうのも、やれてもええんやけど、できたらライトに楽しく遊んでもらいたいと思ってるんですよ。シンプルだけど奥深いよねって言わせたいですよね。そうです。それは言わしたい。この間もらったよかったよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。ちょっとまとめた感じではありましたけど。ちょうど風間くんが着ぐるみ着てるような感じの。いや、もっとでかいです。絶対もっとでかいです。2メートルぐらい絶対ありますからね。そうやったから。風間くんの着ぐるみのやつやなって。コスプレするんだったら私かなって感じしますよね。そうやろ。なんか新しいネタ考えてきましたか、皆さん。一応今のシンプルっていう方になるんだろうなって勝手に思ってたんで。正解。完全に新しいルールでいきます。思い切って。既存のものにこだわらない方がいいかなと思いますね、やっぱり。いいこと言うのすごいな。それやったらもうパロディでもなんでもないね。昔のメンバーでゲーム作ってみたいな。多分その方がええよな。これの繰り返しなんじゃないんですかね。だから全然違う方に行くんですけど、入り戻しというか普通に戻していくみたいな。その手戻りを楽しんで作りましょうみたいな。そんなこと最初に言ってくれる人いないよね。ですね。つまり手戻りはある程度はもう覚悟してるっていう。そうですね。ダッシュの時はスト2があったし、ターボの時はダッシュがあったしみたいなんで、やっぱり土台が変えたらあかん、あんまり変えたらあかん土台みたいなのがあったのはあったので、作りにくいとはいえ作りやすかったっていう。そうですね。変な言い方だけどね。何を変えたらいいかどうかは明確でしたもんね。だから今回はじゃあ変えるかっていう話になると、おって
これはおってなるんで、どんなやろ、俺でも操作できるとか言うたら、はい、こんなコントローラーでも遊べるとか、はいはい、みたいなことをもうぼちぼち決め打ちしていかんとあかんってことやな、ほんなら。コントローラーももう今やパッドでやる人の方が結構多いですからね、まあ、3割から、まあ、下手したら5割ぐらいパッドでやってる人も多いんで、まあ、でも当たり前ですよね、対戦格闘ゲームやるためにまあ、2万円ぐらいするコントローラーを買うわけですよ、みんな、私もそうですけど、ちょっと敷居高すぎますよね、ゲーム代プラス2万円携帯アプリの世界にどっぷりで2万円が安く感じてしまう僕がいるんですけど、ちょっと課金すら2万いっちゃいますからね。課金だとシュッと消えちゃうんで、まあだから今週前からもちろんそっち方向にの価値観で僕らもそれを忘れずにいくつもりでおるし、まだ離れて10年しか経ってないから。ちょうどあれですね、だからスマホが出てきたことね。今週の勉強のし直しとかいろんなことをせなあかんやろなと思っているところです。皆さんからいろいろご意見聞かせてもらえるのは助かります。戻るのね、すごい難しいんよ。携帯アプリに来るのもすごい難しかったから、本当にね、中学基礎の思いで来たの、こっち側に。携帯アプリのとコンシューマーのってやっぱ違うんで、すごい実は苦労したんよね。今、西谷君の思う操作方法とかって、こんな感じのゲームとかって、なんかぼわっとイメージしてるものがある？そうですね、やっぱりまあ、前もちょっと言いましたけど、既存のものをよりにするかよりじゃないにするかって、まあ、私は両方考えてたんですね。で、まあ、一応よりじゃない方でということだったので、まあ、今聞いたので、それで考えてた線でいくと、まあ、例えばですけど、あの頃ってちゃんと思った通りにこう、なんていうんですかね、とりあえず操作できるっていうのがちょっと一つだったと思うんですよ。なんで、例えばしゃがみとかもありましたけど、まあ、しゃがみとかってやっぱり複雑な要素を生むじゃないですか。なるほど。なくしてもいいんじゃないのかなと思ってるんですね。あれはストアにあったからそのままトレースしたんだよね。そうです、そうです、そうです、そうです。やっぱり動かせた方が気持ちいいっていう方を優先したわけですよね。はい。まあ、だけど、まあ、いろいろ考えてみると、まあ、別になんか下段攻撃がまあなくてもいいし、まあ、あったとしても別の出し方があってもいいかもしれないし、もうちょっとそうすると操作が楽になるじゃないですか。なんかそうやって、まあ、絶対必要だとは言えないところをうまくこう、まあ、なくしていったり、別のものに変化させていったりしたらいいんじゃないのかなって私は思ってます。なるほど、なるほど。はい、自然に斜め後ろに入れちゃうね。入れちゃいますよね。例えばですよ、後ろに入れて、なんかキックを出したら、足払いが出てもいいと思ってるんです。しゃがみっぱなしっていう行為を入れなきゃいいという感じですよね。そうです、そうです、そうです。それも例え話だよね。例えです、例えです。はい。もう一個いい？ちょっとわがまま言うて。格闘技好きな人間からすると、フェイントがあんまりないよね、やっぱ格闘技って。なるほど。後ろレバー入れてパンチ打つと、そのフェイントにするとかっていうのがあれば、多少、来たと思ってと。こうやられてってやられて、ガード入ってそのパッと掴みに行くとか、フェイントありの方がおもろいような気がするんですけどね。フェイントがないから、打ってになってる気がするんだよな。今の格闘ゲームだとその小技とかを打ってまあ、中攻撃だと思わせてまあ、差し返してきたところを叩くみたいなそういうことはしますけど、まあ、多分見てる方からするとあんまりよくわからないんですよね、そういうの。ああ、なるほど。視覚的になんかその難しいことはやってるんですけど、その読み合いの中では。でもその一般の人が見てそれがわかるかっていうと多分わかんないんですよ。やってる方はわかりますけど。それみたいなのがこううまく計算して使えるようになると、今までの格闘技よりコンマ何秒かを争うゲームにならへんかなと思っててっていうのを今日言うべきだなかどうか悩みながら今日にしてみた。やっぱり昨今オンラインでやることが多いじゃないですか。やっぱりオフラインでやるときとオンラインでやるときって、まあ、ちゃんとやってる人たちはゲーム性変えてるんですよね。要はラグがあるので、それを前提として遊び方にしているんですよ。なるほど。見て反応できるものと反応できないものがあるじゃないですか。やっぱオンラインだとどうしてもできないものが増えてくるので、動きを変えるんですね。なんで、あんまりやっぱシビアにしてしまうと、そういうのがどんどん増えちゃうんですよね。もう別のゲームで遊ぶみたいな感覚にちょっとなるんで、
ちょっとだからそれも難しいところですね。はい。ガチの格闘技のことを考えると、やっぱりフェイントがないと面白くなくて。いい案ですね。はい。いい案です。それをうまくこう、詰めれる何かがあればいいのになと思いますね。実際対戦格闘ゲームって、大枠で言うと、やっぱり先になんか動いた方が負けやすいんですよね。そうなんで、動いたもんが負けなんだよね。そうなんですよね。だから良くも悪くもやっぱり足払い合戦になったりとか、空振りになんか技をぶっ込むみたいなゲーム性になりやすいんですよ。ですよ、さっき言ってたそのフェイントみたいなのがあると、またちょっと違った駆け引きが作れるのかなとも思いますね。はい、面白そう。はい。じゃあそんなことで。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お願いします。お疲れ様です。